皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？今週また東北を震源とする震度6の地震がありましたね。私が住んでいるところでも停電や物が落ちるなどの小さな被害が出ました。大きな揺れのあった地域の皆さんはご無事でしたでしょうか？2月24日にロシアがウクライナに軍事侵攻して以来、この3週間連日その様子が報道されています。一瞬にして丹念に積み重ねてきた日常が破壊されてしまう戦争の横暴さをこんなにも目の当たりにするのは多くの私たちにとって初めての経験かもしれません。何か自分にもできることはないかとそう考えておられる方も多いのではないでしょうか。私もちょうど皆さんと同じように考えていた中、30年来の友人であるノルウェー人、アメリカ人の夫婦が支援するために今週ウクライナに入ったと知りました。難民救済などの活動を長年してきた友人でしたが、まさか本当に戦争が起こっている最中の国に行くとは思っていなかったんです。友人夫婦がポーランドの国境を越えてウクライナに入るとすぐに爆撃音が聞こえたそうです。そんな中、隠れている人々を訪ねて回ってたびたび鳴る空襲サイレンに作業を中断されながらも人々に必要な物資を配っているというんです。ウクライナ人の人ですら安全を求めて国外に避難している中なのに、もともと安全な国にいた民間人の彼らがなぜ爆撃が行われている国に自分たちから入っていくのかと、私はとてもショックを受けました。元気な姿でウクライナに入っても2週間物資を配り終えた後にまた夫婦が揃って一緒に元気に娘たちの待つ国に帰ることができる保証がないのに、それでもそれが分かっていても黙って見ていることができなかった彼らの情熱を考えて、私は今週何回も泣きました。私が現地に行って手伝うことはできないけれど、できることをやりたいなと考えています。決まったら皆さんにもお伝えしますね。友人の記事の中に、空襲サイレンの鳴っていないとき、ウクライナの通りを歩くと、本当にここが戦場なのかと疑うような普通の日常の光景を目にしたと言います。子供が広場でブランコを漕いでいて、その隣で人々が微笑み合ってハグをしている。4歳から14歳まで日本で育ったというウクライナ人のパルメンコ・ボグダンさんもテレビで言っていました。非常時だからこそポジティブなことにフォーカスし、できるだけ普通に暮らす。でも命の危険というこれ以上ない戦争の不安の中、それでもウクライナの人たちがその不安に飲み込まれずに強さを保っていられるのはどうしてなんでしょう。それは今までウクライナ人がたくさんの試練を乗り越えてきたからとボグダンさんはおっしゃってました。30年ほど前の1991年に独立をするまで、ウクライナは800年間にわたって何度も何度も他の国に支配されてきたそうです。
20世紀に入ってからも自分たちの母国語で話すことを禁じられたり、多くの人が飢餓に追いやられた歴史を持っているのだそうです。そのたくさんの試練が人々の中に、こんな時ですら不安に飲み込まれずにいられる強さを身につけたのだと言います。問題があれば心が揺らいで不安になるのはどこの国の人であっても変わらないですよね。でも多くの試練を乗り越えたことで、問題はあっても心が不安に飲み込まれない強さを身につけることができたのだなと思いました。皆さんももしかしたら今目の前に問題があって先行きが見えなくて心が不安でいっぱいになっているのかもしれません。また、どうして自分はこんなに弱いのかな、もっと強い自分になれたらいいのに、そんな風に自分に対して感じることがあるのかもしれません。でも大丈夫です。あなたが悩みを持つたび、そこに向き合うたびに、その悩みがあなたを強くしているんです。悩みや不安を体験するたびに、確実にあなたの中にも強さは育っているんです。悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。